海道では明治12年、幌内炭鉱の開港を皮切りに次々と炭鉱が開拓され、炭鉱から港へ石炭を運ぶための鉄道も数多く開通しました。留萌本線もその使命が与えられた鉄道の一つであり、今でも石炭輸送全盛期の名残がたくさん見られます。エネルギー革命により炭鉱が衰退、閉山すると、それらの鉄道は存続が厳しくなり、徐々に数を減らしていきました。そしてどうやら留萌本線にも廃線の順番が回ってきてしまったようです。明治15年、幌内炭鉱の石炭を手宮港に運ぶために敷かれた北海道で最初の鉄道、幌内鉄道。その一部を引き継いだ手宮線と幌内線は、炭鉱の衰退により国鉄民営化前後に廃止。石炭の運搬を担った路線の中には、エネルギー革命から60年近く経った近年まで生きながらえてきた路線もあり、留萌本線もその一つだが、2026年3月末に廃止する方向で JR 北海道と沿線自治体との間で合意に至っているのだそう。国鉄時代の標準的な鉄筋コンクリート2階建ての駅舎、深川駅、かつては宗谷本線の名寄駅までを結んだ新名線も分岐し、3路線が集まるターミナル駅だったのだが、それにふさわしく大勢が勤務できそうな立派な駅舎。3番線に停車するのは国鉄ディーゼルカー1両の留萌行き。普通列車でありながら止まらない駅があるのは北海道らしいよな。それ以上に北海道らしいのは冷房がついていない車両ゆえに、窓が全開に開け放たれたこの光景。80年代の北海道は夏でも冷房がいらないくらい涼しかったのかもしれないが、今は違う。今日みたいな暑い日は我慢の乗車になるのかな、などと思っていたが、不思議なことに走り出して外の風が吹き込むと暑さが気にならなくなる。いや、むしろ気持ちがいい。風自体冷たくはないが、湿気が少なくジメジメとしない。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。普通列車留萌行きです。途中北千住には止まりません。あるいはこの広大で美しい景色が暑さを忘れさせてくれているのかもしれない。函館本線と分かれ、進路を西に取る。すぐに市街地が終わり、広い農地となる。これだな、この開放感だよな。
北側の町が遠くに消えた頃、北一安に到着。イチャンはアイヌ語で鮭・マスの産卵場所のことらしい。開拓前は果てしなく広がる原生林と蛇行を繰り返す川の景色だったのかな。地名になりそうなランドマークはなく、アイヌの人々が生きてきた経験や知識が地名になったのかもしれない。SL が走っていた頃の古いモノクロ写真でよく見かける舗装されていないホーム。ここではそれが当たり前のようにあり、まるで SL 全盛期の50年前にタイムスリップしているかのよう。それにしても北海道の旅って子供の頃に抱いていた冒険心を蘇らせてくれるよな。スケールの大きな景色や懐かしい日本の原風景などが単に物理的な距離だけでなく、時間軸まで昔に遡って遠くに来てしまったような不安な気持ちと好奇心をかきたててくれるからかな。まもなく実別です。お降りの方が前の方にお進みになり、運転後ろのドアをご利用ください。成長するにつれて縮んでゆく周りの景色。北海道の広大な景色はいつまでたっても常に大きい。町を代表する駅にふさわしい立派な木造駅舎を持つ秩父別駅。軸別、足別、登り別、アイヌ語で川を意味する別の文字は北海道の地名に多い。次は西狩野潟です。運賃は運賃表示機でお確かめください。駅前には穀物を貯蔵する倉庫がたくさん。石積み、レンガ、コンクリートとまるで倉庫の博物館のようだな。止まりませんと案内していた北秩父別駅を通過。国鉄時代は国鉄本社が認めた正式な駅ではない仮乗降場として使われていたそう。故に作りが簡素で1両分にも満たないホームは木の板を組み合わせただけの作りとなっている。時刻表に載らない未知の仮乗降場を見つけるために北海道を旅する人もいたとか。川の立派なトラス橋を渡ると間もなく石狩沼田駅。石狩沼田から先の区間は2023年に廃止となるため、近いうちに留萌本線の終着駅になる。
ホームが舗装された立派な駅であり、昭和47年までは札幌駅とを結ぶ札沼線が分岐していた。深川駅から一緒に走ってきた札幌行き車両をここで切り離すと、札幌まで約3時間の旅。昭和44年の時刻表によると、深川駅から札幌まで函館本線の客車列車で約2時間半、札沼線周りのディーゼルカーだと約3時間45分。どちらも魅力的で楽しそうな旅。甲乙つけがたい。ここから先は2023年に廃止となる区間。あと何回乗ることができるのかな。左にカーブを切り、留萌本線から離れてゆく札沼線の跡が今でもよくわかる。留萌本線は本線と呼ばれるだけあって、かつては複数の路線が分岐していた。マップ駅も元仮乗工場、北チップ別と似たような作りだが、こちらの駅にはしっかりと停車する。このような1両分にも満たない簡易的なホームは通称朝礼台と呼ぶそう。鉄道と関係のないものに例える揶揄の中に、学校の備品として大切にされているものに例える尊敬の念、そして全ての世代にしっくりとくる分かりやすい例え、名付けた人の高いセンスが感じられる。この国鉄ディーゼルカーは国鉄末期の昭和61年に製造され、宗谷本線の急行レブンなどに使われた。 JR 北海道が持っていない初代新幹線0系の座席が転用されているあたりに、国鉄時代の設計が感じられる。平野島山地の境目、海老島駅に到着。石炭産業と関わりの深い駅であり、今でも石炭が集まってきているよう。そして石炭の運搬に大きく貢献した留萌鉄道の本社屋が廃墟となった今でも大きな存在感を醸し出している。ドラマのロケ地としても使われた海老島駅には、撮影に使われたセットがそのまま残され、それを目当てに観光客も来るよう。
海老島駅の北北東側に広がる雨竜丹田から石炭を運び出した留萌鉄道は旅客列車も運行をしていた。それだけ炭鉱で働く人が大勢いたということだな。屋根が抜け落ちた留萌鉄道本社屋。積雪の重みで抜け落ちたのだろう。北海道の廃墟は雪との戦い。休止の年、昭和44年には旅客列車が6往復、うち 1.5 往復が留萌本線に乗り入れて深川駅まで直通している。留萌本線内で国鉄気動車と連結して運行するために、国鉄気動車とほぼ同じ気動車を2両導入しており、現在キハ2004は石炭と関わりの深い平成筑豊鉄道で、キハ2005は北千中海浜鉄道で保存されている。留萌鉄道は昭和46年7月に正式に廃止となった。